皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマは仕事を休む時の連絡の仕方です。仕事に行かなければならないのにお腹がとても痛くなってしまったり、急に大切な用事が入ったりして仕事を休まなければいけない時ありますよね。そんな時、上司に連絡するのはちょっと怖いし、なんて言ったらいいかわからない。そう思っていませんか？この動画では仕事を休む連絡をするときに気をつけなければならないポイントとよく使うフレーズを紹介します。それでは始めましょう。まず、上司に仕事を休む連絡をするときに気をつけなければならないポイントが3つあります。1つ目は、報告ではなく相談することです。時々、今日は休みますと自分で決めて報告する人がいます。でも、休むのは他の人にも関係があることですから、自分で勝手に決めてはいけません。ですから、休みますという報告ではなく、休んでもいいですかという相談の形で話す方がいいですね。2つ目は、休む理由を正直に言うことです。時には、他の人にはちょっと言いにくい理由で休みたいこともありますね。でも、もし嘘の理由で休んだら、いつかそれが分かった時に上司にもう信じてもらえなくなります。その後、仕事を休むのが難しくなってしまうかもしれません。ですから、休む時には本当の理由を自分の口から話すことが大切です。3つ目は、仕事が始まる前に連絡することです。もし、あなたが上司で部下が仕事の時間になっても会社に来ないのに何も連絡がなかったらどうですか？事故にあったのかな？何かトラブルがあって会社に来られないのかな？心配しますよね。ですから、上司が会社に来る時間、仕事が始まる20分ぐらい前に連絡するようにしましょう。はい。ここまで仕事を休む連絡をするときの3つのポイントを考えてきました。では、具体的にどう上司に話したらいいのでしょうか？上司に話すときに言わなければならないことが5つあります。1、どうして休むのか。2、休んでもいいか。3、どのくらい休むのか。4、休む間、今の仕事はどうするか。5、休む間、連絡はできるか。この5つを具体的にどうやって伝えるか、よく使うフレーズを見ながら勉強しましょう。1つ目は、どうして休むのかです。何かの理由を言うときには、ますの代わりに、ましてを使うと丁寧になります。例えば、お腹がとても痛いときなら、動けないくらいお腹が痛くなりまして。家族の病気の時なら、子供が急に熱を出してしまいまして。このように具体的に、そして丁寧に休む理由を話すといいです。家族が亡くなった時は、身内に不幸がありまして、という決まったフレーズがあるので、これも覚えておくと便利ですね。2つ目は、休んでもいいかです。先ほども話しましたが、休みますという報告ではなく、許可をもらうための相談が大切です。そして、申し訳ありませんがという言葉をつけてから相談するといいですね。例えば、申し訳ありませんが、今日休ませていただけませんか？申し訳ありませんが、
本日お休みをいただいてもよろしいでしょうか？このように言えます。3つ目は、どのくらい休むのかです。自分のスケジュールをちゃんと話せば、他の人も仕事の予定を調整できますね。どのくらい休むのか、はっきりわかるときは、本日から4日間お休みをいただければと思います。わからないときは、明日以降の仕事については、後ほどご連絡いたしますと言います。明日以降の仕事は明日より後の仕事。後ほどは後でという意味です。4つ目は、休む間仕事はどうするかです。今日の仕事のことをビジネスの言葉で本日の業務と言います。自分から同僚にお願いするなら、本日の業務は〇〇さんにお願いするつもりです。上司から他の人たちにお願いしてもらうなら、本日の業務をどなたかに割り振っていただけないでしょうかと言います。どなたかに割り振っては誰か他の人に仕事をお願いしてという意味です。もし何もなければ本日急ぎの業務はありません。こんな風に言えます。5つ目は、休む間連絡はできるかです。休みだと分かっていても、どうしても急な用事があるかもしれません。例えば、何かありましたら、電話かメールでご連絡ください。午前中は病院に行くので、メッセージで連絡していただけますか？など、連絡方法まで伝えられたら完璧ですね。はい。ここまで休む時の気をつけなければならない3つのポイントと5つの言わなければいけないこと、そしてよく使うフレーズを見てきました。では、最後に例を見てみましょう。手塚さんはお腹がとても痛いので、今日は仕事を休みたいです。上司に電話で連絡します。はい、上杉です。おはようございます。手塚です。今よろしいですか？どうした？実は昨晩から動けないぐらいお腹が痛くなりまして、薬を飲みましたがよくならないんです。申し訳ありませんが、本日お休みをいただいてもよろしいでしょうか？大丈夫なの？はい。午前中病院へ行く予定です。明日以降の仕事については後ほどご連絡します。わかった。本日の業務は中川さんにお願いするつもりです。詳しいことは私から後ほどご連絡します。じゃあそれだけよろしく。はい。何かありましたら電話かメールでご連絡ください。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。いえいえ、お大事に。はい。いかがでしたか？これで仕事を休む時の連絡も怖くなくなりましたね。ぜひ仕事を休む時には今日勉強したフレーズを使って自信を持って連絡してくださいね。これらのフレーズを使っても休みすぎたら上司に怒られますから気をつけてくださいね。メッシュクラスではアプリで楽しく日本語を学ぶことができます。このアプリを使って日本語会話、ビジネス日本語、JLPT を一緒に勉強しませんか？今なら JLPT によく出てくる単語や漢字のコースが無料で受けられるので、ぜひインストールして使ってみてください。中でも特に日本語会話が心配だという皆さん、私と1対1で日常会話、ビジネス会話の授業や発音の授業で会話を練習しませんか？コメント欄に詳細を書いておくのでぜひチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。